お兄ちゃん、時間もないし早く始めよう。こちらはパエトーンだよ。みんな聞こえる？もう始まってるの？隣のオフィスまた暗号化キーを変えちゃったのよ。事務所のネット料金を払ってくるからちょっと待ってて。よう、白木重工代表の安藤だ。声も映像もバッチシ映ってるぜ。それと工事は一時中断させた。もう騒音の心配はねえぜ。カリンです。今回はビクトリア火星の代表として参加いたしました。プロ騎士様、顔色が優れないようですが大丈夫でしょうか？しまった。今さら身だしなみを整えようが手遅れだ。大丈夫だってお兄ちゃん。そういえばどうしてカリンが？ライカンさん、何か用事でもあったの？ライカンさんは独身術のレッスンで不在でして、僭越ながら私が代理で参加させていただくことに。前回の会議で火がついちゃったのかな。よし、払ってきたわよ。オレンジネットワークってほんといい商売してるわ。なんなのよあの月額料金。じゃあ本題に入ろっか。今回の会議はみんなに2つの情報を共有したいの。まずはいいお知らせから。前回推測した通り、ミッドサマーの倉庫には大型の防衛機械がいたよ。フォロー C41 が衰退期を脱したのもそいつのせい。次が悪いお知らせ。未熟なフォローレイダーたちのせいで、そいつはすでに起動されちゃってるみたい。もう動いてるだと？そいつは厄介だな。うちの技術責任者が言ってたが、初期の知能部品は大半が侵食に弱えんだと。じきに深度の侵食状態になってエーテリアス化するかもしれねえぞ。それは大変ですね。エーテリアス化なんてしてしまったら、エーテル活性が条件を満たしてしまいますよね。そしたらまた C41 が活発な強制フォローに。早めに止めないと確かにそうなっちゃうね。今調査協会と治安局が C41 の活性を再測定しようとしてるの。その結果が出る前にエーテリアス化を止められなかったら、フォロー周辺の市民たちはシャラゴールデンウィークを迎えられないよ。これは重い代償だ。プロ騎士、防衛機械が起動されたのは悪い知らせだって言ったけど、私はそうは思わないわ。最初はフォローレイダー全員と防衛機械を全部なんとかしなきゃだったけど、今はそいつだけに専念すればいいのよね。ほら、むしろいい知らせじゃない？ああ、ポジティブな考え方ですね。私もニコ様を見習わせていただきたいです。それもそうだな。100体をしらみつぶしにするよか、確実なクソ野郎を1体やる方が手っ取り早え。そうとなりゃ指示をくれ、プロ騎士。俺らにできることがあんなら何だってやるぜ。私もいるわよ。オンボロ防衛機械なんかに秘宝ハントを邪魔されてたまるもんですか。ありがとうみんな、頼りになるね。全ては僕たちにかかっている。さて、みんなの連休を取り戻そう。
回復したわ。ありがとう。やったわね、ボーナスゲット。直ちに抵抗を尽くして放電一網打尽です。サプレッサー K22 全弾発射。攻撃を続けます。見てなさい。あなたを逮捕する。セーフティー解除。飽和攻撃。武装解除。そうだよね。直ちに抵抗を尽くして排除する。一網打尽。立て直した。見てなさい。チャンスよ。本局の記者から最新情報です。協会の調査員同伴のもと、ホワイトスター学会の専門家はヤヌスクに位置する高度 C41 の強制フォローのエーテル活性に対する再測定を終えました。専門家はフォロー C41 が衰退期に入るという結論に変更はないと述べました。また近隣住民の外出禁止令も合わせて解除されたとのことです。シャラゴールデンウィークを待望していた市民には朗報と言えるでしょう。本局はベテラン調査員をスタジオにお招きし、フォロー C41 のエーテル活性変動について解説を。やったね。 C41 がまた衰退状態に戻ったって。私たちの作戦は大成功だったね。残念ながら僕たちの連休の予定は水泡に帰してしまったけどね。提案。今からでも画期的な連休プランを実施することができます。フェアリー、終わってる連休プランまだ諦めてないの？とにかくフォロー C41 のことは突然の事件だったわけだし、犠牲になったのが連休だけならまあラッキーな方だよね。ラッキーですって。どこがラッキーなのよ。莫大な時間、資金、人脈を投げ打ったのは全部ミッドサマーの秘宝を見つけるためだったのよ。なのにどうして一番肝心なトランクルームが物理的に開かないわけ？セキュリティメカを壊したからだろう。メカがリンクしていた自動扉のスイッチごと破壊してしまった。仕方ないよ。
あのセキュリティメカはメイン倉庫の最終保安措置だったんだから。破壊された瞬間、トランクルームの自動扉を爆破する仕組みになってたんだよ。ああなっちゃったら最後、物理キーを使って開けるしかないよ。物理キーなんてどこで手に入れるのよ。ミッドサマーはもう何年も消息が途絶えてるのに。悔しい。私の秘宝、私のゴールデン、私のゴールデンウィーク。まあまあ、起きたことはもう仕方ないよ。この際、家でゆっくり休んだら。家でゆっくりといえば、ビデオ鑑賞だよね。ほらほら、なんかレンタルしてきなよ。まあいいわ。他にいい方法なんてないし、適当に何本かおすすめしてちょうだい。そうそう、ご新規様限定クーポンもまだあるから。また？一体何枚貯めてるの？
の助けがいるときはいつでもニャン吉に言うぽ。治安局へのご協力ありがとうだぽ。ちは。友達がここでボンプの改造を依頼したのですが、私はそれを受け取りに。なんだかちょっと丁寧さに欠けるような。こんにちは。お友達がこちらでボンプの改造を依頼したのですが、代理で私が受け取ることになりまして、そういったことはできますか？イレギュラーな対応をお願いして誠に申し訳ございません。カリン、さっきから何のおまじないだい？あなた様でしたか。すみません、カリン、今手が離せないんです。カスタムショップのオーナー様とお話しする練習をしていて、もう少しだけお待ちください。まもなく暗記できると思いますので。お店に物を取りに行くだけで練習が必要かい？その場のフィーリングでいいと思うけどな。ダメなんです。カリンは口下手ですから、事前に練習しないときっと間違ったことを言ってしまいます。もし何か誤解が生まれてしまったら、カリン、オーナー様に面倒なお客だと思われてしまいます。そうなったらカリンはもうオーナー様に合わせるお顔がありません。カスタムショップに出入りできなくなってしまったら、皆様のお品を受け取ることが。カリンはなんて役立たずなんでしょう。やはりどこか黒い隅っこを探して一人で消滅していった方がいいんです。そんなことにはならないさ。
あまり想像力を悪い方にばかり働かせすぎるのも良くない。すみません。つい。大丈夫。付き添ってあげるから一緒にオーナーに話そう。本当にいいんですか？なぜかわかりませんが、あなた様がそばにいてくださるなら、カリン、大それた間違いをしないような気がします。ありがとうございました。あなた様がいなかったら、カリン、まだオーナー様に話しかけることすらできていなかったかもしれません。本当に何とお礼を言ったらいいのか。カリンを必要とされることがあれば、ぜひご連絡ください。あなた様のお力になれるのなら、カリンはどんなことでもいたします。
これは随分派手な髪型ですね。なんというかその典型的なチンピラとでも言いますか。まあ確かに主人公はチャランポランなおじさんだけど、こういう映画なら髪型は派手なくらいがいいのさ。そうでしょうか。それは一体なぜ？こんなキテレツな頭をしていたらお話の方も広げ放題だろ。例えばこのおじさんならデタラメな推理をしても子供に操られてもいっそのこと年中記憶喪失だって、ほらなんだか許せるだろ。店長さん、今のはもしやネタバレでは？おっと、本当に面白かったですね。推理が半分もいかないうちにおじさんはいびきをかいてるんですから、子供も苦労しますね。ほっとしたよ。シュエンさんが気に入ってくれるか心配だったのだけれど、楽しんでくれたようで何よりだ。え？それはまたどうしてです？シュエンさんは治安官だろ。こんなやけくそみたいな探偵コメディ、口頭無形すぎて興ざめかと。それこそ人を笑わせるなら多少オーバーなくらいがいいですから。コメディにプロ目線を持ち込むのも野暮ですし、それに勉強になるところもありますよ。例えば今回のエピソード、犯人が自分の痕跡を隠そうと現場を徹底的に洗浄しましたよね。それで証拠が隠滅できたとしても疑いを避けられるかというと、そんなことはありません。それはどうしてだい？水道料金を調べればわかります。彼のやり方ではそれは水を使いますから。治安官なら初動で失踪の線を当たることはありません。調査は被害者の家族から。これは鉄則です。その切り口は想像だにしなかったな。さすがだ。大したことじゃないですよ。結局のところ犯罪という手段を選んだ時点でもう隙だらけも同然ですから。この世に痕跡を残さない悪事はありません。手の込んだ嘘ほどかえって見抜きやすいんです。だからこそ治安局が日頃から秩序を堅固に築き上げることが犯罪を選ばせないことにつながる。日常にはそうした価値があるんです。こうして楽しい映画も見せてもらいましたからね。同僚たちにもこのお店をおすすめしようと思います。